AutoCAD 2019および AutoCAD LT 2019では共有ビューという新しい機能が利用できるようになっています。この機能を使うことによって元の DWG ファイルを送ることなく関係者と設計の共有が容易に行えます。共有ビューをアップロードするには AutoCAD のサブスクリプションメンバーであることが必要です。今開いている図面にはモデル空間、さらにはいくつかのレイアウトが設定されています。今開いているビューを共有してみたいと思います。コラボレートタブの共有ビューの機能を使って共有ビューパレットを表示して新しい共有ビューでどの名前で共有するか、そして現在のビューのみかモデルビュー、すべてのレイアウトビューを共有するかどうか、さらにはプロパティを共有するかどうかを設定することができます。共有をクリックすることによって処理が実行されますが、その間バックグラウンドで処理されていますので、その間、AutoCAD で他の作業をすることが可能です。処理が完了すると、このようにメッセージが表示されますので、ブラウザーで表示をクリックして、ブラウザー上で内容を確認することが可能です。先ほど現在のビューだけを共有するという設定をしたので、現在のビューだけが表示されます。AutoCAD で設定されていた画像は、このように表示非表示を切り替えて確認していただくことが可能になっています。先ほどの設定でプロパティは共有しないという設定にしたので、オブジェクトを選択してもプロパティは表示されません。さらに、このビューアーでは計測の機能が提供されていますので、単位のタイプ、精度を設定して、ここからここまでの距離といったような長さを計測する、角度を計測する、面積を計測するといったようなことが可能になっています。内容を確認したら、AutoCAD に戻りまして、再度、共有ビューパレットを表示します。更新の機能を使って共有ビューパレットの内容を最新状態にします。先ほど共有したビューのメニューを選択して、リンクをコピーを使うと、この共有ビューにアクセスするためのリンクをコピーすることができます。例えば、このようにメール内に先ほどのリンクを貼り付けます。このメールを受け取った関係者は、メール内のリンクをクリックすることによって、ブラウザー上で先ほどの共有ビューの内容を確認することができます。これによって、関係者は AutoCAD を持っていなくても、こちらの共有されたビューの内容を確認することが可能です。先ほどのように様々なナビゲーション機能を使って閲覧する、あるいは計測の機能を使って目的の部分の距離を測るといったようなことが可能です。ただ、この共有ビューの中でコメントをつけたり、あるいはマークアップをしたりする場合には、Autodeskアカウントを使ってサインインしていただく必要があります。今、サインインしましたので、コメントの機能を使って、これに対するメッセージを書き込みます。AutoCAD 上では、共有ビューパレットで関係者がつけたコメントの有無を確認していただくことができます。クリックしていただくことによって、そのコメントの内容も確認できますし、場合によっては、AutoCAD 上から返信していただくことも可能です。この共有ビューの機能は規定値では30日間しか保持されませんが、例えばこのようにあと4日で切れるという場合に、さらに延長したい場合には、こちらの延長のメニューを選んでいただくことによって、
30日の期間にリセットしていただいて使っていただくことが可能になっています。